ご視聴ありがとうございます。今回は、設備が縮小されたローカル線区のお話です。駅だけでなく駅間にも及ぶ縮小ぶりと、そこはかとなく漂う違和感、そして2駅限定の施策の裏にある事情をまとめてお届けします。なんだかカオスな香りがする橋梁の裏にある路線の栄枯盛衰と、ところどころに張られた伏線、意外な展開に注目です。ここは JR 九州福北豊線の仲間駅です。福北豊線は九州最大の駅である博多と鹿児島本線の黒崎とを結ぶ 66.6 キロの路線に付けられた愛称であり、ご覧の4つの区間から構成されています。2001年10月、筑豊本線の折尾京線間と篠栗線全線が電化されたことを受け、福岡市と北九州市、そして筑豊地区を結ぶことから名付けられました。全線を通し運転する列車はほとんどなく、途中の能形駅で大半の列車が折り返します。この仲間駅は、以前別の動画でご紹介した折尾駅の2つとなり、日中は1時間あたり2本のみの区間です。日中の折尾方面は、若松線の若松行きが1本、門司港行きが1本、反対方向は能形行きが2本です。この駅は、二名三線の国鉄型廃線と呼ばれる構造の駅。向かって左の3番線から門司港行きが発車です。画面奥にあるポイントで合流し、速度を上げていきます。列車本数の少ない区間ではありますが、この路線はその歴史的経緯もあり、現在も複線です。ただししばらく見ていると、少々変わったところがあるのがわかります。このホームの右側、2番線から伸びるレールの表面は錆びついており、折尾門司港方面の線路に入れるのは3番線のみであることがわかります。必ずポイントを通るので乗り心地が悪くなり、なんだかもったいない状況です。逆方面、能形行きが到着です。列車はポイントで進路を変え、こちらのホームに入ってきます。二名三線の国鉄型廃線の駅だけに、行ってみれば対比線に入ったようなものですが、この区間の列車は各駅に止まります。他の列車に追い越されるわけではなく、実は、折尾門司港方面行き列車と同じホームを使うのは、この列車だけではありません。この駅、1番線にはフェンスが設置され、使用停止となっているのです。エレベーターへの通路の部分だけはホームの外にフェンスがあるものの、それより奥の駅舎側は、ホーム上に銀色のフェンスが連なっています。そしてこの仲間駅、二名三線というよくある廃線ではあるものの、構内はなかなかのレトロ感が漂います。階段のステップは石造りで、数段上がると木製になります。階段横には手すりが付けられ、ホームへの動線にはエレベーターもあるなど、バリアフリー化はなされているものの、足元も側面も木製という古線橋の構造からは、ローカル線区の駅以上の古さが感じられます。向かって右が西口、左が東口です。1番線ホームと駅舎のある東口へと向かいます。西口に向かう通路はコンクリート製でしたが、こちらは相変わらず木製の床板で、駅舎側のホームに降りる場所も同じ。これだけ木を多用した設備は、今時珍しいのではないでしょうか。1番線に降りてきました。フェンスは思いのほか新しく、それほど古いものではないようです。そして屋根を支える柱には、このような張り紙があります。そう、能形行きはこれまで駅舎側の一番乗り場を使っており、9月下旬に乗り場が変わったのです。以前は2つのホームが両方使われており、列車は方面別に分けられていました。JR でもローカル線区の損廃問題が議論されるようになってきた中、廃線を変更してコスト削減を図るのでしょうか。駅前後も複線である一方、列車本数の少ないこの駅の歴史を、一旦ここでおさらいです。仲間駅が開業したのは、1891年8月。当時の私鉄、筑豊工業鉄道が若松能形間を開通させた時にできた駅です。この路線は筑豊エリアの石炭輸送を目的とした路線で、若松能形間 24.9 キロに、途中駅は折尾と仲間の2駅だけ、筑豊鍛錬という言葉を聞いたことのある方も多いのではないでしょうか。その後1907年には路線が国有化され、その翌年、この仲間駅を起点とする支線、勝木線が開業します。勝木線の営業キロは 3.5 キロ。数年後に旅客営業を始めましたが、主軸はやはり石炭輸送で、1921年には仲間新手間が参線化されます。
これは旅客用の単線と貨物用の複線を合わせたもので、当時の路線の状況がよくわかります。また、仲間駅を含む当時の筑豊本線の多くの区間も同じで、筑豊本線は勝木線以外にも貨物支線を抱え、繁栄を謳歌していました。なお、仲間から折尾に向かって伸びる、妙に間隔の開いた複線はかつて複々線となっており、一部区間にはその遺構が残っています。ここにある立体交差は、仲間から方向別に伸びていた線路を折尾の手前で系統別に振り分けるためのもので、貨物列車に対応した緩やかな勾配が特徴の大掛かりな施設でした。ただし、これらの設備や多くの貨物支線は、時の流れとともに車用の時代を迎えます。蒸気機関車の全廃につながった動力近代化の影響もあって、国内の炭鉱は廃止され、筑豊鍛錬も例外ではありませんでした。筑豊本線が抱えていた多数の貨物支線はすべて廃線になり、勝木線も81年には第一次特定地方交通線として廃線対象になり、85年に廃線となっています。なお、仲間新手間の3線は廃線前に単線化されていましたが、明確な時期がわからないらしく、この路線が置かれていた状況が伺えます。また、筑豊本線のうち、後に福北豊線の一部となる区間は電化されたものの、それ以外は非電化のままとなっています。南側の区間については炭鉱の廃止だけでなく、後に同じく福北豊線の一部となる篠栗線が68年に開業したことで、博多までの最短ルートを持って行かれたことも関係しています。現在この区間は、1日10往復未満という換算路線となっており、キハ40系列が運用されています。私が乗った夕方の列車は、ボックスシートにも空きがある程度の乗客数。途中駅にあった交換設備は撤去され、1編成のみが往復しています。制限25でノロノロ走る区間もありますが、線形自体はおおむね中間あたりが頂上になっていることもあり、エンジン音をガンガン響かせながら駆け抜ける区間もあります。キハ140のエンジン音はいつ聞いてもいいですね。勝木線が廃線になったことで、仲間駅は再び筑豊本線の単独駅となりました。私がいた時間には職員が事務室で作業をしていましたが、窓口営業自体は朝だけです。この駅には自動改札機もあるものの、横を通り抜けることもできるため、構内にはこのような張り紙があります。そしてこの駅には、ある特徴があります。このカット、何か気づかないでしょうか？券売機などの前にある台の高さが、場所によって違うのです。この券売機と手前の台は、背の低い私でも低く感じる位置にあります。それだけではありません。駅舎内の窓の高さは、どれもなんだか低めの位置にあり、待合室の椅子と被っているところもあります。そしてここ、床が傾いています。そう、運行される車両が変わる過程でホームがかさ上げされ、一番線ホームにベタ付きとなっているこの駅舎の床も、それに合わせて持ち上げられたのです。全体をそのまま持ち上げると段差が大きくなるため、一部をスロープにして調整したというわけです。以前別の動画で、駅舎のあたりだけはかさ上げできずに残っている駅をご紹介しましたが、こちらはローカル線区の割になかなかの設備投資です。ホームの土台にも駅の歴史がよく残っており、その傍らには横断禁止の看板があります。合理化の動きが乗り場変更の理由にも見えますが、ここで先ほどの張り紙に戻ります。発着線が変更されたのは、この駅ともう一駅。対象がこの二駅であることと、その区間が今回重要な役割を占めています。発車する列車を見送ると、奇妙なことがわかります。列車はそのまままっすぐ進み、左側の線路とをつなぐ渡り線をやり過ごします。このままだと、右側の線路にそのまま入っていく位置です。ここからだと右奥がよく見えないので、駅の外にある踏切から見てみます。1番線と2番線の間にある線路1本分の空き地は、石炭輸送が栄えていた頃に活用されていた留置線の跡でしょうか。そして向き直った右奥で、2本の線路が合流。左側の線路には草が生えています。そう、ここから先、列車は向かって右側の線路しか使っていないのです。駅間の線路を単線化して、さらなるコスト削減を目指すのでしょうか。というわけで、隣の筑前ハブ駅へと向かいます。仲間駅を発車すると、線路はカーブを描きます。そして突入するのがこの橋梁。ここで渡る川が、折尾駅の動画の冒頭にも出ていた、恩賀川です。
ここで交差してからおよそ20キロ余りにわたって線路とおおむね並走しています。こちらの橋梁はコンクリート製ですが、隣のものはトラス橋で高さも低く、あちらの方が作られた時期が早いことが伺えます。あと、右下に見えている橋脚が気になりますね。中間駅からおよそ2分で、筑前ハブ駅に到着です。この区間で目立つ施設が、やはり先ほどの橋梁。老朽化してきた橋梁の使用を止め、補修費用を抑えるのが目的なのでしょうか。こちらは先ほどとは違い、一面二線の単純な構造。川に近い場所では線路が離れているため、ホーム自体は V 字型になっている一方、駅舎寄りでは幅の狭い島式になります。そしてもともとホームの左右で高さが異なり、行き来できる場所以外をフェンスで塞いでいたようですが、フェンスがホーム全体に広げられ、私が乗っていた列車が走っていた側でない部分には入れないようになっています。この駅のホームのベンチは閉鎖されている側にしかないので、座れる場所がなくなったのが残念ですね。ホームと駅舎を結ぶのは幅の狭い階段のみ。仲間とは違い、バリアフリー対応ではありません。駅舎の中がこちらです。2014年に窓口営業を終了し、今では終日無人駅です。内装は年季の入った感じで、天井の作りも時代を感じさせます。なお、駅舎と線路の間にあるこの敷石は、かつて西鉄北九州線の起動時期で使われていたものだそうです。あの質素な古線橋からも想像ができますが、乗車人員は仲間が1日平均1700人程度なのに対し、こちらは400人程度。駅前も静かです。先ほどの橋梁へと向かいます。駅前にあるのは警報器と遮断機のある踏切で、障害物検知装置付き。なお、ここから200メートル余り右手にポイントが新設され、線路はそこから複線に戻っています。ポイントの台数を減らすため、列車が通らなくなった線路はその場所で切断されています。そして、このカットの違和感に気づくでしょうか。そして住宅地を進んで駅から300メートルほど、野球少年の声が響く河川敷から見えてくるこの橋梁が、今回の話の主役、恩賀川橋梁です。この橋梁の長さは、およそ450メートル。先ほど私が乗った列車が走っていた線路はコンクリート橋で、隣は筑前ハブ寄りの一機だけがガーダー橋で、それ以外はトラス橋。ここにあるレンガ造りの橋脚からは、橋が何回か架け替えられたことがわかります。そして注目すべきは、車窓にも映っていた、二つの橋梁の間にある部分。レンガ造りの橋脚の横にコンクリ製の橋脚が取り付いているのも気になりますが、さらに気になるのが、レンガ造りの橋脚の右側。右下をよく見ると、アーチの一部が残っているのがわかります。右面は綺麗に整えられておらず、かつては右側にも橋梁があったところ、橋脚を含めて部分的に撤去したようです。そしてこの構造は、ここから奥の橋脚も同じ。今回の話にも関わってくる、一目でわかるカオスな歴史を、ここでまとめて解説です。今あるものも含め、橋梁は全部で4つ出てきます。恩賀川橋梁が最初に開通したのは、1891年。向かって右側のトラス橋は、この時架けられたもの、ではなく、1923年に架けられたものです。最初に架けられたのは、橋脚が削られていたこの部分。その後、1908年に隣に別の橋梁が架けられ、複線になります。なお、最初に架けられた橋梁は、この2年後に同じ位置で架け替えられています。右側の古い橋梁が架けられたのは、1923年のことです。勝木線のように線路を3本に増やし、貨物と旅客をさばくためです。この3線がどのように使い分けられていたのかはわかりませんでしたが、石炭輸送が活況を呈していたことが伺えます。ところが戦後、石炭輸送の衰退もあってか、1954年に一番左の橋梁が廃止され、線路は複線に戻されます。ただし、この時廃止されたトラス橋は、山形県にある JR 左沢線の最上川橋梁に3連が、長野県にある大糸線の高瀬川橋梁に8連が、そして福岡県にある日田彦山線の彦山川橋梁に1連が転用され、いずれも現存しています。その後1971年、1910年に架けられた橋梁が廃止されました。橋脚は一番古いもので老朽化が進んでいたためか、合わせて撤去されています。代わりに一番左にコンクリート製の橋が架けられ、現在に至っているというわけです。
アーチが少しだけ残っていた橋脚は、このような経緯によるものです。そして現存する中で最も古い、1923年製のこの橋が、今回の話の大元です。架けられてから100年近くになるこの橋梁、鋼材には錆が浮いており、列車が通らなくなってから1ヶ月以上経つためツタが生えていますが、何か気づかないでしょうか。そう、架線がまだ残っています。それはここだけではなく、仲間駅や筑前ハブ駅の構内も同じです。乗り心地の悪そうな分岐器もそのまま残っており、設備が撤去されている箇所はありません。線路の使用を止めた場合、線路を撤去して踏切を埋めるものですが、私が通った踏切では線路の撤去はおろか、レールの隙間すら埋められておらず、障害物検知装置も残っています。そう、この線路は廃止になったわけではなく、いずれ復活する予定があるのです。駅の案内ポスターには、このように記載されています。仲間駅、筑前ハブ駅間の橋梁補修工事に伴い、乗り場が下記の通り変更。架けられてから100年近くになるだけあって補修工事にも時間がかかるらしく、期間限定で単線化して補修工事に集中できるようにしたというわけです。単線区間はおよそ 1.5 キロ。1時間あたりの列車本数はラッシュ時でも片道4本。現在両端の駅では極端に長い時間待ちなどもなく、単線でも運行に大きな影響はありません。この橋梁、列車を止めて補修するだけあって老朽化も進んでいそうですが、撤去するにも莫大なコストがかかるため、補修して継続使用することにしたのでしょうか。内幕が色々と気になるところですが、歴史ある橋梁が今後も活躍し、また綺麗になって列車が走る光景を早く見てみたいものです。ご視聴ありがとうございました。